今日は卵たっぷりマカロニサラダを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は卵たっぷりマカロニサラダを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、卵がたっぷり入ったとても美味しいマカロニサラダレシピをご紹介していきます。マカロニを茹でる方法や、あとは作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材の材料からご紹介します。材料はこちらです。卵、マカロニ、ハム、こちらの3つの具材を使って作っていきます。今回卵たっぷりのマカロニサラダなので、卵とマカロニ以外はハムだけにしたいと思います。お好みできゅうりや玉ねぎ、そしてコーンなどを入れていただいても OK です。そして味付けの調味料とその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。マヨネーズ、牛乳、お砂糖、お酢、鶏ガラスープの素、オリーブオイル、塩コショウ、乾燥パセリ、こちらの材料を使って作っていきます。まず味のポイントなんですが、お砂糖と鶏ガラスープの素です。お砂糖を加えるとですね、味のまろやかさと、あとはコクがアップします。そして鶏ガラスープの素ですね、こちらは鶏ガラの出汁が加わって美味しい仕上がりになります。もしない場合は顆粒のコンソメでも OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにゆで卵から作っていきます。小鍋にお水を張ってまずお湯を沸かしてください。はい、沸騰しました。沸騰したらですね、続いてここに塩を小さじ1/2加えてください。この塩を入れていただくと、卵にひびが入って白身が飛び出てしまっても白身がすぐ固まってくれます。なのでこちらの塩はね、ひびが割れてしまった時の予防策として入れてます。そしたらですね、卵をそっと入れてください。こちら冷蔵庫からすぐ出した卵です。はい、入れたらですね、このまま11分茹でていきます。くつくつ加減はこのぐらいですね。あんまり激しすぎるとひびが入りやすくなるので、これぐらいをキープしながら茹でてください。はい、今11分経ちました。そしたら火を止めます。そして火を止めたら素早く氷水の中に卵を入れてください。そして卵をですね、このまま氷水で10分ほど冷やしてください。氷水で冷やさずにそのまま置いておくと殻が剥きにくくなってしまいますので、必ず氷水で冷やすようにしてください。それではこのまま10分置きます。はい、それでは続いてマカロニを茹でていきます。まずね、このようにお鍋にお湯を張ってください。そしてここに塩小さじ1/2入れます。そしてここにマカロニを入れてください。今回のマカロニなんですが、9分茹でのマカロニです。こちらはですね、袋に記載されている茹で時間よりも1分長く茹でてください。なのでこのまま10分間茹でていきます。マカロニは冷めるとちょっと硬くなるので、1分ほど長く茹でていただくと食べる時にちょうどいい食感になります。それではこのまま茹でていきます。時折このようにかき混ぜながら茹でてください。はい、今10分茹で終わりました。そしたら火を止めて、そして湯切りしてください。はい、このように湯切りしました。そうしましたらしっかりね、お湯を切って、そしてボウルに入れてください。そしてボウルに入れたらですね、すぐここにオリーブオイル、そしてお砂糖、あとはお酢を加えます。そしてこちらを手早く混ぜましょう。熱いうちにまずね、下味をつけていきます。お酢に関しましては、温かいうちに入れていただくとツンとした酸味が抜けるので、必ず茹で上がったらすぐね、加えて絡めてください。お砂糖に関しましては、一番最初に入れていただくと砂糖の甘みがマカロニの中に入っていくので、必ずこのタイミングで入れてください。はい、OK です。そうしましたらマカロニはこのまま一旦冷まします。粗熱を取るときは表面が乾燥しないように上にキッチンペーパーをふわっとかぶせて置いておいてください。はい、それではですね、こちらの卵も10分経ったので取り出して殻を剥いて切りたいと思います。ではまずね、殻を剥いていきます。殻を剥くときはこの卵の丸い方ですね、ここにまずひびを入れてください。そして一皮剥きます。ピリッと。このように剥いたら、あとはですね、親指の腹を使ってこの剥いた部分を引っ掛けながら卵を撫でるように剥いていきます。そうするとね、簡単につるっと剥くことができます。
はい、こんな感じです。それではね、もう一個も同じように殻を剥きます。これはですね、氷水でしっかり冷やさないとこのように綺麗に剥けないので、お水とかではなくて必ずね、冷たい氷水で冷やすようにしてください。氷水がもしない時は保冷剤などでも OK です。はい、それでは切っていきます。まずはじめにですね、卵を半分に切ってください。はい、そして卵黄だけを先に取り除いてください。はい、でこちらは別の器に入れておきます。続いて白身です。白身はですね、お好みの大きさにざく切りしてください。食感を残したい場合は少しね、粗めにしていただくといいかなと思います。はい、白身はこのように切っておいてください。それでは続いてハムを切ります。まず2枚揃えて、そして半分に切ります。そしてまた重ねて、あとは1センチ幅ぐらいで切っていきましょう。切り終わったら適当にパラつかせておきます。はい、ハムの準備はこれで OK です。それでは続いてこちらのね、先ほど取り除いた卵黄を使ってマヨネーズソースを作っていきます。まずこちらの卵黄をね、潰してください。潰したらここに鶏ガラスープの素、そして牛乳、あとはマヨネーズを加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、これでトロトロのマヨネーズソースの完成です。それではマカロニが冷めたので具材と調味料を合わせていきます。まずはじめにこの中に白身です。そしてハムを加えてください。ハムを加えたらまず具材だけ合わせます。全体にまず味をなじませます。でよく混ざったら最後はこちらマヨネーズソースを入れます。このマヨネーズソースはですね、マカロニが冷めていないとマヨネーズソースのマヨネーズが分離してしまいますので、必ずマカロニを冷ましてから加えるようにしてください。そしてこちらをよく混ぜましょう。はい、混ざりました。そして最後に塩コショウで味を整えます。こちらはお好みの量入れてください。そして混ぜます。はい、 OK です。これで卵たっぷりマカロニサラダの完成です。それでは器に盛って最後はこちらのパセリをかけて仕上げたいと思います。はい、これで卵たっぷりマカロニサラダの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにトロトロでとても美味しそうに仕上がってます。マカロニもプリッとして美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。卵たっぷりですごく美味しいです。そしてマカロニにもしっかりした味がついてて、かつプリッとしてちょうどいい食感になってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の卵たっぷりマカロニサラダのポイントです。まずゆで卵の作り方についてのポイントです。今回私は L サイズの冷蔵庫からすぐ出した卵を使いました。もし M サイズの卵を使う場合は茹で時間をマイナス30秒にしてみてください。そしてこの卵を茹でる時なんですが、お湯に塩を加えてください。この塩を加えていただくと、もし仮に卵にひびが入ってしまって白身が飛び出てしまっても、その白身がすぐ固まってくれます。なので予防策として入れていただけたらと思います。そして茹で上がった卵なんですが、必ずすぐ氷水で冷やすようにしてください。これをですね、普通のお水で冷やしてしまうと卵が殻にひっついてしまって綺麗に殻が剥けなくなってしまいます。なので必ず氷水でしっかりと冷やすようにしてください。もしね、氷がない場合はお水に保冷剤などを入れて水を冷たい状態にして冷やすようにしてください。そしてマカロニを茹でる時のポイントです。マカロニはですね、袋に記載されている時間よりも1分長く茹でてください。というのもですね、マカロニは冷めると少し硬くなってしまいますので、1分長めに茹でていただくことで食べる時にちょうどいい食感になってます。なので1分長めに茹でてみてください。そしてマカロニが茹で上がったら湯切りして、その後すぐですね、オリーブオイルとあとはお砂糖とお酢で下味をつけてください。お砂糖を一番初めに入れていただくことでマカロニにコクが加わって美味しい仕上がりになります。さらにお酢に関しましては、マカロニが熱い状態で入れていただくことでツンとした酸味を飛ばすことができます。そしてゆで卵が出来上がったら白身と黄身に分けてください。白身の方はお好みの大きさにざく切りしてください。そして卵黄なんですが、マヨネーズとしっかり合わせることでとても濃厚で美味しいソースになります。そして最後仕上げる時なんですけれども、必ずマカロニが冷めてから味付けするようにしてください。マカロニが熱々のうちに味付けしてしまうとマヨネーズが分離してしまう時があります。
なのでしっかり冷ましてからその後マヨネーズソースを入れて作ってください。そして最後は塩コショウで味を整えて召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は卵たっぷりマカロニサラダを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。